ここに一枚の写真がある。原爆が落ちる前の長崎の姿である。丘の上に立つレンガの大聖堂は浦上天主堂、東洋一と呼ばれた信徒たちの誇りだった。この白黒写真に AI で色を与えてみる。白黒の写真はどこか遠い時代の記録に見える。だがカラーになった瞬間、一気に現実味が増す。この街のこの人たちの朝がどのように失われたのか。今からちょうど81年前、昭和20年8月9日の朝である。原爆を積んだ B29 がテニアン島を飛び立った。だがその行き先は長崎ではなかった。第一目標は小倉。長崎は第二目標に過ぎなかった。しかし小倉の空は雲と煙に覆われていた。3度の投下侵入はすべて失敗。燃料は残り少ない。機長は第二目標へ機首を向けた。長崎へ。そして11時2分、人類史上2発目の、そして最後の原子爆弾がこの街で炸裂した。雲が2つの街の運命を分けたのである。この動画はその朝、長崎にいた10人の記録だ。10人は全員が実在の人々である。3日前に広島で被爆し、長崎へ帰ってきたばかりの技師、真珠湾の魚雷を作った工場の学徒たち、国会の最中だった浦上天主堂の信徒たち、妻のロザリオを拾った医師と救護を続けた医師、赤い背中の郵便配達の少年、桜になった女学生と国連で叫んだ14歳、捕虜収容所の連合軍兵士たち、そして今も名前のわからない焼き場に立つ少年、それぞれのいつも通りの朝と11時2分とその後の人生を一人ずつ辿っていこう。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。あの爆弾はなぜ長崎に落ちたのか。まずその話から始めたい。広島の原爆がウラン型のリトルボーイだったのに対し、2発目はプルトニウム型のファットマン。威力は広島型を上回る。10日は当初8月11日の予定だった。だが天候悪化の予報で2日前倒しされる。8月9日の未明、爆弾を積んだ B29 ボックスカーがテニアン島を発進した。この時、すでに機体には問題が起きていた。予備タンクの燃料を送るポンプが故障していたのである。使えない燃料640リットルを抱えたままボックスカーは飛んだ。第一目標の小倉の上空に着いたのは朝の9時40分頃。だが目視投下を命じられた爆撃手の眼下で小倉の町は雲と煙に隠れていた。前日に隣の八幡が空襲され、その火災の煙が流れていたとされる。工場が煙幕を張ったのだという説も語られている。1度目の侵入、投下できず、2度目も3度目もできない。対空砲火が迫り、燃料は限界に近づいた。機長のスウィーニー少佐は決断する。第2目標、長崎へ。長崎の上空も雲量8割。レーダー投下に切り替えかけたその時、雲の切れ間から眼下の街が見えた。11時2分、原爆は市の中心部ではなく、北の谷合浦上地区の松山町上空、高度約500メートルで炸裂した。立ち上るキノコ雲は湾の向こうの島々からも見えた。南の高柳島の造船所にいた松田博道はカメラをつかみ、炸裂からおよそ15分後の巨大な雲を地上から撮影している。長崎のキノコ雲を地上から捉えた最も有名な一枚である。今写っているこの写真がその実物だ。山に挟まれた谷の地形が被害を浦上に集中させ、同時に山の向こうの市中心部を熱線から遮った。ここで
覚えておいてほしいことがある。浦上は250年の禁教の時代を潜伏キリシタンとして生き延びた日本最大のカトリックの里だった。そしてその谷には真珠湾攻撃の魚雷を作った三菱の兵器工場が並んでいた。小倉の身代わりになった町、信仰の里と戦争の始まりの工場街、原爆はその真上に落ちたのである。町は11時2分のその瞬間まで何も知らなかった。一人目は29歳の造船技師である。名前は山口勉。3日前の8月6日の朝、山口は出張先の広島で一発目の原爆に遭っていた。顔と腕に大やけどを負いながら混乱の中を列車で逃れ、8月8日ようやく家族の待つ長崎へ帰り着いたばかりだった。そして8月9日の朝、山口は包帯姿のまま三菱の職場に出勤する。広島で見たことを報告するためである。一発の爆弾で街が丸ごと消えました。そう報告する山口に上司は言った。君は技師だろう。一発で街が消える爆弾などあるはずがない。と、その瞬間である。窓の外が白く光った。11時2分。山口は爆心地から約3キロの社屋で3日間で2度目の原爆に遭ったのである。広島と長崎、人類史上2回しかない原爆投下のその両方を地上で生き延びた男。後に政府が公式に認定した20被爆者は山口勉ただ一人である。山口はその後も生き続け、晩年まで語り部として体験を伝え、2010年93歳で世を去った。2度も原爆にあって生かされた自分には伝える義務がある。それが山口の口癖だった。この山口勉の広島での3日間は、広島版のあの朝、広島にいた10人の動画で詳しく語っている。2人目は魚雷工場で働いていた少年少女たちである。爆心地の北およそ 1.3 キロ、三菱兵器製作所の大橋工場が建っていた。ここは魚雷の工場である。それもただの魚雷ではない。昭和16年12月、真珠湾攻撃。あの朝、米艦隊を撃った91式魚雷は、この長崎の三菱で作られたものだった。大東亜戦争の火蓋を切った兵器は、この町の産品だったのである。昭和20年の夏、工場に熟練の男たちは残っていなかった。旋盤の前に立っていたのは、学徒動員の中学生と女学生、そして低身体の若い女性たちである。11時2分、爆心資金の工場は鉄骨のと一瞬で潰れた。三菱兵器の工場群では、学徒を含む働き手たち、2000人を超える人々が死亡したとされる。機械の下敷きになった給油を助け出せないまま、火に追われて逃げた生徒たちの証言がいくつも残されている。考えてみてほしい。戦争の始まりの兵器を作った場所で、戦争を終わらせることになる兵器に殺されたのである。真珠湾から3年8ヶ月。戦争の始まりと終わりが、この谷合の工場の上で交差したのだった。3人目は、祈りの途中だった人々である。爆心地からわずか500メートル。丘の上に、浦上天主堂が立っていた。長崎の信徒たちが30年がかりで築いた東洋一のレンガの大聖堂である。この聖堂には250年の物語がある。江戸の禁教の時代、浦上の民は仏教徒を装いながら密かに信仰を守り抜いた潜伏キリシタンである。明治になっても弾圧は続き、村ごと流刑にされてなお信仰は消えなかった。その苦難の果てにようやく自分たちの手で建てた聖堂だった。8月9日は8月15日の聖母飛翔天祭を控え、国会、つまり神父に罪を告白する信徒たちが聖堂に集まっていた。11時2分、大聖堂は祈りの人々の上に崩れ落ちた。聖堂にいた2人の神父と数十人の信徒は全員が死亡。浦上地区の信徒
およそ1万2000人のうち、約8500人がこの日の前後に命を落としたとされる。250年の弾圧を生き延びた信仰の里の真上だったのである。だが、瓦礫の中から2つのものが見つかる。一つは祭壇のマリア像の頭部。顔は焼け焦げ、ガラスの目は失われていた。被爆マリアと呼ばれるその像である。もう一つは鐘楼から落ちたアンゼラスの鐘。片方の鐘は砕けていたが、もう一つはほぼ無傷で掘り出された。そしてその年のクリスマスイブ、焼け野原の裏紙に掘り出された鐘の音が響いたのである。4人目は37歳の医師である。名前は永井隆。長崎医科大学の放射線科の医師だった。実はこの夏、永井自身が重い宣告を受けていた。長年の放射線研究による被爆で白血病。余命は3年。原爆のわずか2ヶ月前のことである。11時2分。永井は爆心地から約700メートルの医科大学で被爆した。側頭部の動脈が切れる重傷を負いながら、包帯で頭を縛り、生き残った医師や学生を率いて救護の指揮を執った。自宅に妻を残したままである。数日後、ようやく自宅の焼け跡に立った永井は、台所のあった場所で黒い骨の塊を見つける。妻の緑だった。その傍らには熱で溶けたロザリオの鎖が残っていた。祈りの数珠を手にしたままだったのである。永井は幼い息子と娘の2人の父親になった。余命3年の体である。やがて病で起き上がれなくなった永井は、畳2畳の小屋に子供たちと暮らしながら筆を取り続けた。小屋の名は女古堂。己のごとく隣人を愛せよという言葉から取られた名である。病床で書かれた長崎の鐘、この子を残して。その本は焼け跡の日本中で読まれ、映画になり歌になった。1951年5月1日、永井隆は死去する。43歳だった。長崎の町はこの医師の葬儀に鐘を鳴らして送ったのである。5人目も医師である。名前は秋月達一郎。爆心地から 1.4 キロ、丘の上に立つレンガの病院、浦上第一病院の29歳の医長だった。11時2分。秋月は結核患者の診療のまさに最中だった。病院は窓が砕け、屋根が焼け落ちたが、レンガの壁は倒れなかった。そして丘の下から焼けただれた人々が途切れることなく病院へ這い上がってきたのである。薬はすぐに尽きた。包帯も尽きた。それでも秋月は生き残った職員たちと救護を続けた。来る日もである。秋月には医師としてもう一つの顔があった。記録者としての顔である。彼はやがて自分が見たものを一冊の本にまとめた。題は死の同心円。爆心地からの距離で人の生死が同心円上に決まっていく。医師の目で見た原爆の正体を冷静に書き残した一次資料である。秋月達一郎はその後も生涯を長崎の被爆医療に捧げ、被爆者を見続け、証言を集め続けて、2005年89歳で世を去った。丘の上のあの病院は今も聖フランシスコ病院として浦上の患者を見続けている。6人目は16歳の郵便配達の少年である。名前は谷口住輝。8月9日の午前11時2分、谷口は爆心地から約 1.8 キロの路上を自転車で走っていた。いつも通りの配達の途中である。背後からの熱線が少年の背中を一面に焼いた。自転車ごと道に吹き飛ばされ、背中の皮膚は焼け落ちた。それでも谷口は生き延びる。だが本当の苦しみはそこからだった。背中の火傷のためうつ伏せのまま1年9ヶ月、寝返り一つ打てない歳月である。胸には床ずれの穴が開き、入院は延べ3年7ヶ月に及んだ。その治療中の姿を
米軍の調査団が撮影していた。真っ赤にただれた背中の少年。赤い背中の少年と呼ばれるこの映像と写真は、原爆が人体に何をしたのかを世界に伝えることになる。戦後の谷口は、その写真を自ら掲げて立った。語り部として世界中の演壇で自分の赤い背中の写真を示しながら核兵器の廃絶を訴え続けたのである。見せたくて見せているのではない。同じ苦しみを二度と誰にもさせないためだ。谷口はそう語り続けた。2017年、88歳で死去。その最晩年まで彼は語ることをやめなかった。7人目は15歳の女学生である。名前は林香代子。県立高等女学校の生徒だった香代子は、学徒動員で三菱兵器の事務所が置かれた城山国民学校に通っていた。爆心地からおよそ500メートルの小学校である。8月9日の朝、香代子は行きたくないと渋ったという。母の杖はそんな娘を送り出した。戦時中である。休むわけにはいかなかった。香代子はいつものように友人と市電に乗り、学校へ向かった。11時2分、鉄筋コンクリートの校舎は爆心資金の先行と爆風に撃ち抜かれた。校舎にいた教職員と動員の学徒152人のうち132人が死亡。3階にいた香代子も崩れた校舎の中で亡くなった。さらにこの学校の校区では家々にいた児童およそ1400人が死亡したとされる。母の杖は焼け跡を掘り、娘を探し続けた。そして変わり果てた香代子を見つけ出す。行きたくないと言った娘を送り出した朝を、母は生涯抱えて生きることになった。1949年、杖は同じ思いの母たちと共に、娘が死んだ城山の校庭に桜の苗木を植えた。香代子桜と呼ばれるその桜である。母は言い残している。寒いところで死んだ香代子たちを桜の花で温めてやりたいと。香代子桜は81回目の春も校庭に花を咲かせた。今はその子孫の苗木が平和を伝える桜として全国へ植え継がれている。8人目は連合軍の捕虜たちである。あの朝の長崎には敵国の兵士たちもいたのだ。市内の崎町には福岡不慮収容所の第14分所が置かれ、オランダ人を中心とする連合軍の捕虜たちが収容されていた。彼らは三菱の造船所や工場で日本の戦争のための労働をさせられていた。11時2分、爆心地に近い収容所と作業場は爆風と炎に飲まれた。この時、少なくとも8人の捕虜が死亡したとされる。彼らは祖国から遠く離れた敵国の町で味方の陣営が落とした爆弾によって死んだのである。原爆は敵と味方を選ばなかった。日本人も朝鮮半島から来ていた人々も中国人も、そして連合軍の捕虜たちも、あの谷では等しく閃光の下にいた。生き延びた捕虜たちは戦後に祖国へ帰り、原爆を目撃した数少ない西洋人としてその体験を証言している。長崎の原爆は日本だけの悲劇ではなかった。そのことをこの8人の墓が静かに語っている。9人目は14歳の少年工員である。名前は山口千治。学校を出たばかりの千治は三菱の工場で働いていた。11時2分、爆心地からおよそ 1.1 キロの屋外で、千治は顔と上半身に激しい熱線を浴びた。一命は取り留めた。だが少年の顔には深いケロイドが残った。戦後の千治を待っていたのは、火傷の痛みだけではない。顔を見られ、指を刺され、縁談は断られる。被爆者への差別である。人前に出ることを恐れた少年は、自ら命を絶とうとしたことさえあった。だが、山口千治は立ち上がる。同じ苦しみを持つ被爆者たちの運動に身を投じ、やがてその先頭に立つようになった。そして、被爆から37年後の1982年6月、
ニューヨークの国連本部軍縮特別総会の演壇に山口千次は被爆者を代表して立った。かつて人前を恐れた男が世界へ顔をさらし、ケロイドの残るその顔で各国の代表に訴えたのである。私の顔や手を見てください。自らの被爆写真を掲げて訴えるその瞬間の写真が残されている。そして演説はあの叫びで結ばれた。ノーモア広島、ノーモア長崎、ノーモアウォー、ノーモア被爆者。会場は拍手に包まれた。あの朝の14歳が世界を動かす声になるまで37年。山口千次は2013年82歳で世を去っている。最後の一人は名前がわからない。終戦後の長崎のとある焼き場。亡くなった人々を火葬する場所に一人の少年が現れた。年は10歳ほどだろうか。その背中には幼い弟が背負われていた。眠っているように見える小さな弟である。だが弟はすでに事切れていた。少年は裸足のまま直立不動で立った。順番を待っているのである。やがて係の男たちが背中の弟を受け取り火にくべた。その間も少年は姿勢を崩さず炎をまっすぐに見つめ続けた。唇を血が滲むほどに噛み締めながら。弟の火葬が終わると少年はきびすを返し黙ったまま立ち去ったという。この光景を一人のアメリカ人が撮影していた。米海兵隊のカメラマンジョー・オダネル。軍の任務とは別に私物のカメラで占領下の日本を記録していた男である。焼き場に立つ少年と呼ばれるこの一枚は戦争が子供に何を背負わせるのかを示す写真として世界に知られていく。2017年にはローマ教皇フランシスコがこの写真に戦争がもたらすものという言葉を添えてカードに印刷させ世界中へ配布させた。だが少年が誰だったのかは懸命の調査にもかかわらず今も分かっていない。名前の分かっている9人の物語の最後に名前のないまま世界を動かし続ける10人目がいるのである。4月9日の夜、裏紙の谷は一面の火に包まれていた。同じこの日、満州ではソ連軍の侵攻が始まっており、日本は2発目の原爆とソ連参戦を同じ日に知ったのである。翌10日の朝、軍の依頼を受けた一人の写真家が長崎に入った。山畑洋介である。彼が夜明けから夕方までに撮った約100枚は原爆翌日の街を捉えた世界で最も詳細な写真記録になった。この写真もその一枚である。おにぎりを握りしめたまま亡くなった母子など、その写真は後に世界中の展覧会で原爆の実相を伝え続けることになる。そして長崎の犠牲者は昭和20年の末までにおよそ7万4千人に上ったとされる。当時の長崎市の人口およそ24万人の3割である。閃光の一瞬に亡くなった人と火傷と放射線に苦しみ、その年のうちに亡くなった人合わせての数字である。8月14日、日本はポツダム宣言の受諾を決定し、15日の正午、玉音放送が流れた。11時2分からわずか6日後のことである。長崎に落ちた2発目の原爆は人類が実戦で使った最後の核兵器になった今のところである。だから長崎の人々はこう言い続けている。長崎を最後の被爆地にと。なおこの終戦に至る8月の経緯は陸軍の伝聞30選の動画で詳しく語っている。81年が経った今の長崎を歩いてみる。再建された浦上天主堂の祭壇の脇にはあの被爆マリアが焼け焦げた顔のまま安置されている。鐘楼では瓦礫から掘り出されたアンゼラスの鐘が今も毎日浦上の谷に鳴り響く。畳2畳の女古堂は永井隆記念館とともに保存され、丘の上の聖フランシスコ病院は秋月医師の遺志を継いで
診療を続ける。城山小学校には被爆校舎の一部が平和記念館として残り、校庭では佳代子桜が春ごとに花をつける。近くの山王神社では爆風で半分になった片足鳥居が今も立ち続け、その先では一度は焼け焦げた大クスノキが青々と枝を茂らせている。死んだと思われた木の蘇生は町の復興の象徴になった。谷口住輝の赤い背中の写真と証言の映像は原爆資料館と世界中のアーカイブで今も再生され続け、焼き場に立つ少年のカードは教皇の手から世界中の人々の手に渡った。そして10人の中で最も新しい後日談を一つ。二重被爆者の山口勉が最晩年に願ったことは、自分の体験が国境を越えて語り継がれることだった。その願いの通り、彼の物語は今、海外のドキュメンタリーや書籍で語り継がれ続けている。10人のいつも通りの朝葉、こうして形を変えながら、今も長崎の中にあるのだ。昭和20年8月9日の朝、小倉の空の雲が爆弾の行き先を変えた。魚雷工場の学徒たちも、国会の信徒たちも、郵便配達の少年も、行きたくないといった女学生も、自分たちの運命がよその町の空模様で決まったことを知る術はなかった。だからこの動画は教訓を語らない。ただ、住人の朝があったことを記録するだけである。今、8月9日の長崎では、午前11時2分に街中のサイレンと鐘が鳴り、人々は手を合わせて黙祷する。平和公園では、右手で天を指す平和記念像が、原爆の脅威と平和への祈りを体で示し続けている。長崎を最後の被爆地に、それが、この街が81年間言い続けている言葉である。カラーで蘇った写真の中に、あの朝の長崎の人々は確かに生きていた。私たちと同じ、いつも通りの朝がそこにあった。今私たちが暮らしているこの平和な日本は、長崎で、広島で、あの戦争で亡くなった先人たちの犠牲の上に築かれている。平和は当たり前にあるものではない。長万の犠牲がようやく私たちに残してくれた尊いものである。私たち日本人はその平和の尊さといつも通りの朝を日常ごと奪われた人々のことを決して忘れてはいけない。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が心に残ったら高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。